若木剪定やっていきます。まず不要な小枝は全部取っていきます。本来はここで2本取っていくのが一番綺麗なんですが、1、2、3、4本出ています。ここで取ると、左右を取ると均等なエネルギーになります。で、扁平でないものを選択して取っていきます。こっちのが丸いですね。こっち落とします。扁平でないものをよく見抜きましょう。よいしょ。このように 1箇所から2本取る。これが一番バランスが取れた調整を後々していくことができます。これを基本として枝を取っていきます。残さなかった、前年度はたくさん残して栽培していったんですけれども、今年はなぜ残さなかったかというのは、こちら先端欲しいところの施設からの新しい主幹を取っていくために、不要な枝を一旦落としました。前年度はこれによって、残したことによって根がたくさん張っています。
今年はそれを取ってしまったことで栄養が邦画に対しての栄養が十分に回るんではないかと容易に想像がつきます。このように管理を一つずつ一年一年目標を定めて調整していくのが良いのではないでしょうか。こちらの赤城も剪定していきます。分岐があって種子を2本取っています。種子が左右に伸びています。このように種子が何本も出ている場合、やはり根元に近いものほど太い種子が残ります。で、上に行くほど細くなり弱まっていくというのがブドウの性質です。ただこの種子の先端に関しては栄養が先端部になるのでまた強くなるという状況になります。本来であればもう取りやすい上で枝を取っていくんですが、こちらとこちらが充実している枝なので、ここが目差が一つ飛んでしまっているのが痛いところですけれども、ここの2本が弱いのでこの2本残してあとは落としていこうと思います。このように必要な種子を残して切断するとすっきりして判断がしやすくなります。こういった状況になってから誘引をして、枝の芽の向き等をきちっと左右に合わせられるように引っ張っていくようにしていきます。本来は伸びている時に丁寧に誘引するのがいいんですが、何分なかなか手が回らなくてこのような状況にはなっています。さて反対側なんですが、こちらの枝が弱く全て細いです。どうしても
下側の枝の方が強くなるということを、主幹に近いほど強くなるということを先ほども言いましたが、実際このように先に行くほど芽の発芽の勢いが多いが、枝は細くなるということになります。なので本来ここを残したかったのであれば、手前の枝は早めに摘心しておけばよかったんです。これをしなかったのが失敗ということになります。失敗はさておき、不要な枝は落としていきました。こちらの2本で左右を取ろうと思います。昨年は根を張らせるため、もしくは養分の調節のためにたくさんの枝を残しましたけれども、今年は枝作りのために不要な枝はきちっと落とし、誘引して枝作りをしていこうと思います。これが、たくさん実を取りたい場合の養木の使い方ということになります。またたくさん枝を残しておいたことで養分の調整もありますが、もちろんその分根が同等に張っていますので、今年はこれだけ強剪定を行った分、発芽身長が良くなるかと思います。そういうことを期待して今回は剪定をしています。昨年も剪定で動画に撮った木です。この辺を剪定で説明をしたのを覚えておられる方もおられるかもしれません。ここで先に手前から取って2本3本と、でこちらで3本ということで取っています。例えばこちらが主枝になるんですけれども、ずいぶん伸びました。もう向こう行き着いています。1年で約5メートル伸びています。これで十分こちらの管理はできましたし、この、余分に残した亜種子で双方で50以上この1本の木で収穫できています。これを候補枝を絞って亜種子を取り直していこうと思います。確実に不要だとなる枝を取っていきます。今塗っているのはトップ陣 F です。これから春になって水が回ると切断面から出
主幹の場合は水がどんどん流れてしまうので、塗って止めておくと安心です。できれば都度塗って忘れないようにする方が私は確実だと思っています。でこちらで2本、こちらに伸ばす1本も含めて3本と言いましたが、この枝自体が非常に扁平していて使いづらいのを感じています。アシュシから成り枝がいいものが出ているようなので、こちらはもう不要なので落としていくことにします。本当はこれも置いておけば今年も収穫はたくさんできますが、収穫よりも木の管理が重要なので落としていきます。落とす前によく本当に必要のないものなのか何度も確認してから切断します。社員はどんどん伸びていくので、できれば容赦なく短めに作っていかないと間延びした枝になるので気をつけてください。昨年の先端部分です。ここで落として、ここから新しい枝を取る予定でした。実際に取ってはいます。ですがこちらの形を見ていただければ分かるんですが、こう反ってますね。こういうものが気に入らない枝取りの場合、
容赦なく切り落として何度でも取り直していきます。人によってはいいだろうと、使えるものは使っていこうっていう考え方もあるかとは思いますが、後々花根を残すような枝取りは結果また取り直しをしないといけなくなるので、今度はこちらからも目座から芽がいるので、目座に芽がいます。内側にも外側にもいますので、この目座を使って取っていきます。その場合、こちらの目座からはいくら花芽がついても全てもいで枝を取る枝として、作業してください。でないと伸長性、あとここの種子自体の扁平率が上がってしまいます。なお16節で先端を摘心するのも忘れないようにしていきます。ここは棚がこうのように伸びているのですが、こちらはうまく種子を伸ばしていくことができました。ではここから今度はこちら引きの方に枝が欲しいのですが、種子候補としてこちら1箇所2箇所3箇所と期待しましたが、どれも細いところで止まっています。本来はこういった場合、必ず返し枝で枝を取っていきます。こういった候補がうまく太いのが出れば使えたんですけれども、こういった場合は伸ばしていっている、伸長している種子の方から返し枝ということで、この元よりも先からかやして枝を作っていきます。なのでこのように細いものは諦めて落としてしまいます。結果あったのにというふうな気持ちは皆さん思われるとは思いますが、シャインマスカットは強いので、初期の3年など後ですぐ取り返せます。良い種子や種子を作っていくことを優先し、後々の作業効率化を図っていくのがとても大切な、営農の上では均一な作業を一時に終わらせるということにつながる小さなようで大きい問題なので、適切に割り切って枝を取っていくようにします。家庭などで菜園などただ楽しまれる場合には、こちら種子の形状扁平ではないものを優先して、それなりの枝作りで栽培していかれるというのも方法の一つだと思いますが、営農の場合には同一管理均一作業を行えるように枝取りをしていきます。その点が営農の場合と趣味の栽培との大きな違いだと思います。